通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、映画マイケルからの話題になります。ついに日本でもね、このマイケル公開になりまして、現在日本でもこのマイケル大変盛り上がっているんじゃないかなと思います。皆さんご覧になりましたか？そしてあれからこのマイケル、本国でも興行収入を伸ばしておりまして、ついに大ヒットしたボヘミアン・ラプソディを抜きまして、音楽伝記映画史上最高の興行収入を達成しました。本日はこのあたり詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、マイケル見えておりますが、皆さん、週末見に行かれましたか？ついに日本でも公開がスタートしました。現在ネットでもね、このマイケル大変盛り上がっているようですが、あれからですね、海外でも興行収入じわじわと伸びておりまして、今回ついにですね、ボヘミアン・ラプソディを超えまして、音楽伝記映画史上最高の興行収入を達成したナンバーワン映画になりました。で、今日はね、ちょっとこのあたり詳しく見ていきますが、皆様から見て先週末ですね、公開招集、プクタもね、マイケル見てきましたよ。ということで、この動画のね、最後に、プクタのね、感想を少しお話しできればなと思っております。映画評論じゃないですよ、皆さん。これね、毎回言っておりますが、一匹の魚の感想ですね。これをね、軽くお話しできればなと思っております。正直ね、ネタバレというネタバレもないんですが、ネタバレする際は、ちゃんと警告いたしますんでね、そこまでは安心してご覧になっていただければなと思います。で、ちょっとね、本題に入る前になんですが、以前ね、ネットフリックスのマイケル・ジャクソンのドキュメンタリーに関しての動画、こちら公開させていただいたんですが、これ現在ですね、削除されてしまいまして、見ることができません。X でもね、軽く触れてはいるんですが、動画でね、非常に重要な文脈として、引用させていただいていたパート、あそこで触れていた動画がどうやらね、現在、非公開になっているようなんですね。で、それを受けて、うちのチャンネルにもストライクが飛んできたと、こういうことのようです。で、動画はですね、マイケルという存在に対しても、非常に意義のあるものだったんじゃないかなと思っておりまして、本来であればね、その引用部分というのを削除して、マイケルの部分だけ再アップすればいいんですが、現在ですね、同じ動画というのを再アップするというのに、YouTube、非常にセンシティブでして、これがですね、再利用されたコンテンツとして、またね、収益の停止に繋がりかねないんですね。どこで同じ動画と判断されるかわからないので、これができないんですよ。なので、本来であれば、このストライクがね、取り下げられてくれれば、プクタに編集権が戻りますので、該当部分削除してね、その他の大部分を再公開するということが可能なんですが、ちょっとね、今回に関しては難しい状況かもしれません。でもこれはね、完全にプクタの運営上の判断ミスなので、申し訳ございませんでした。このね、マイケルを見る前に、ぜひ見ておいてほしい動画としてあれ公開したんですけどね、なんと、マイケル公開日に削除されると、こういった事態になってしまったわけですね。それとですね、二つ目。以前、こちらの動画の冒頭で、とある曲を使っているんですが、この曲何ですかというお問い合わせを大量にいただいておりまして、ちょっとこれに関してね、お答えいたしますね。まずですね、このマイケル関連、どの動画を見てもですね、以前少しお話ししましたが、マイケル・ジャクソンの曲が使われているため、音声を流すことができないんですね。なので、冒頭のね、動画部分を作るために、マイケル・ジャクソンになんとなくイメージが似てるような曲というのを探してきました。それがね、皆さんこちら YouTube でもね、聞くことができます。これ、Wake the Wild というバンドがありまして、このね、Can't Stop という楽曲になっています。プクタこれ無断で使ってるわけじゃないですからね。これサイト経由でちゃんとお金を支払いして、この楽曲使っているんですが、皆さんはね、これ YouTube 上で無料で聞くことができますので、これリンク貼っておきますね、概要欄に。もし気に入ったという方いらっしゃいましたら、あれね、マイケル・ジャクソンじゃないんですが、なんとなく雰囲気似てるでしょ。気に入った方いらっしゃいましたらね、ぜひ聞いてみてください。マイケルが正式にボヘミアン・ラプソディを超え、史上最高興行収入の音楽伝記映画となる。4月24日の劇場公開以来、マイケルは全世界興行収入9億1190万ドルを記録。史上最高興行収入の音楽伝記映画となった。また、米国内では歴代最高興行収入の伝記映画にもなっている。同作はまず2022年の音楽伝記映画エルビスを抜き、その後2018年のフレディ・マーキュリー伝記映画ボヘミアン・ラプソディを上回った。ボヘミアン・ラプソディの世界興行収入は9億1090万ドルだったが、マイケルは現在も上映が続いている。ということで今回ですね、ついにこのマイケル、大ヒットいたしましたフレディ・マーキュリーの伝記映画ですね、ボヘミアン・ラプソディ、この興行収入を上回ったというんですね。で、こちらね、ボックスオフィス模様になりますが、これね、まだ全て反映されていないようですね。ドメスティック国内が3億6000万ドル、インターナショナル海外が5億4000万ドル、そしてその合計ですね、ワールドワイド。これまだね、9億100万ドルになってますね。なんですが現在ですね、これ、
9億1190万ドルに達していると言われておりまして、こちらですね。はい。2018年のボヘミアン・ラプソディ。ここにあります。9億1102万ドル。これを超えたところだと。こういうことになってるんですね。これね、もう反映されてない時点でも、こちらマイケルですね。これまだね、日本の興行収入載ってないはずなので、もうボヘミアン・ラプソディを抜いているというのは、もう確実でしょうね。で、これを受けましてですね、もうすでにね、日本のメディアでも、ドクターがね、以前言ったように、10億ドルを超えるかどうかは日本にかかっていると、そんな記事もね、出ているようで、これね、もっともっと言った方がいいと思いますけどね、各メディア。そしたらね、今度はちょっと IMAX で見てみようかなとか、ドルビアトモス行ってみようかなとか、そのモチベーションにつながるかもしれないでしょ。ということで現在ね、10億ドルクラブまで、あと1億ドルというところまで来ております。マイケルにとって次に手の届く記録は世界興行収入10億ドル突破だ。今月初めにはザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーがその偉業を達成している。ね、これも以前こちらの動画でお伝えしておりますので、ぜひご覧になってください。つい先日ですね、スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーが2026年で最初にこの世界興行収入10億ドルを突破し、10億ドルクラブに入りました。2026年の世界興行収入ランキングでは、依然として同作が首位を維持しており、マイケル、プロジェクトヘイル・メアリー、プラダを着た悪魔2がその後に続いている。ということで早速ね、日本公開を受けまして、X ね、ストーリー立ってますよ。ここね、マイケル・ジャクソン、電気映画マイケル。日本初日 3.1 億円超え、史上最高。6月12日に日本公開されたマイケルは、初日興行収入3億1756万円。動員19万7826人を記録し、電気映画史上最高のスタートを切った。ね、日本でも記録を塗り替えていると。世界興行収入は9億1190万ドル超で、音楽電気映画ナンバーワンとなり、ファンからは再現度の高いダンスと演技を絶賛する声が相次ぐ一方、視聴化スコアは低調で意見が分かれている。ということでね、以前の動画も消されたことですし、再度見ていきましょうか。こちらね、オールクリティクス 38%、トップが 25%、ベリファイドオーディエンス 97%、オールオーディエンス 96% ということで、凄まじいアンバランス。見てください、これ。つまりは黄金比ですね。これでね、結局のところヒットしてるわけですから、法則健在というような感じですよね。で、こちらがね、その消されてしまった動画で扱っておりました。現在、ネットフリックスでね、公開されております、マイケル・ジャクソンのドキュメンタリーですね。ザ・バーディクト。これはですね、そもそも制作しているエグゼクティブプロデューサーが、生前のマイケルが非常に非難しておりました、別のドキュメンタリーのプロデューサーなんですね。ゆえに、その描き方ね、非常に偏っていると言われています。そしてね、評価は当然こうなるわけですよ。オールクリティクス 80%、オールオーディエンス 6%。このように現在大ヒットしているマイケルとは非常に対照的な評価になっていると。これものすごいことになっていますよね。で、今回の件ね、ローリングストーン伝えておりますので、こちら見ていきたいと思いますが、このローリングストーンというのはですね、生前、マイケルをですね、めちゃくちゃ攻撃していたメディアの一つです。そのあたりを踏まえるとね、このリップの反応よくわかるんじゃないかなと思いますが、恐喝者を擁護し続ける悪質なメディアの連中がまた撒き散らす、想像しい嘘の数々にもかかわらず。あらあら、これを書くの本当に辛かっただろうね。レビューボムや彼の功績を消し去ろうとする絶え間ない試み、中傷キャンペーン、何十年にもわたる人種差別的な含みを持つ報道、そしてメディアによる洗脳にもかかわらず、彼はそれでも1位になった。しかもわずか2ヶ月足らずね。だから、思いっきり悔し涙を流してくれることを願っているよ。ローリングストーンは黙ってろ。お前たちは長年にわたってマイケルに関する嘘やネガティブな情報を広めるのに加担してきた。変更したハゲタカ連中の一部だった。世界中のアンチたちとうんざりするようなメディアへ。彼は今も、そしてこれからも永遠にナンバーワンだ。こんな記事を書かなければならなくて、きっと悔しくてたまらないだろうね。じゃあこちらせっかくなんでね、日本の方の反応も見ていきたいと思います。マイケル映画、そもそもマイケル・ジャクソンを演じられる人材を子供時代と青年時代とで2人用意しなければいけないという無理難題を成し遂げている時点で、すごい映画なんですけど、青年以降を演じているのが本人の老いというのもびっくりしたし、逸材すぎる子役の子は、あれ何者なんだよ。ね、子役素晴らしかったですよね。マイケルの映画、マイケルが成人として描かれすぎって意見もあるけど、個人的に成人扱いは正解だと思ってる。長年メディアに不当に悪者の印象をつけられてきた人だし、死後に色々な潔白が分かった人なんだから、電気映画くらいマイケルの実際の多くの善行をベースに成人扱いしても罰は当たらん。ね、このね、マイケルを成人として描きすぎだろうという意見ね、実際結構出ているようなんですが、ちょっとこれに関してはね、ドクターの感想の部分で少しお話しできればなと思っております。おい、マイケル初日初回見てきたけどとんでもなかった。言いたいことたくさんあるけど、一旦夜にもう一回見たいし、早く続きが見たい。マイケル・ジャクソンガチの神映画でした。日本で興行収入間違いなく100億超えます。生まれて初めて映画見終わった後、すぐにその次の時間の上映チケット買っちゃった。上映後に拍手が起きて最高だった。
率直な思いは書き残しておきたい。遺産管理人や兄弟たちが始めた新しいマイケルビジネスにしか思えなかった。人間味をスポイルし、成人化させる新約聖書的な和法からは、個人への敬愛は感じられず、息子をスターにしたい兄の野望がちらつく。思いのほか私はジャーメインアンチのようだ。マイケルが白斑症を気にしている演出も、映画の中ではちらっと描かれていたし、人間の友達ができないゆえに動物を飼いまくったとか、一部の関係者にしか心を開けないとか、心象的な部分もしっかり描かれていたからな。表面的なことだけで雑語りしている自称映画評論家の方がよっぽど不思議なよ。冒頭の配給ロゴ出る瞬間に私の横に座っている人は泣いてた。早いですね。冒頭のロゴで泣いてたぞ。生き返ったんじゃないかと思った。声も歌もダンスも。マイケル・ジャクソンとはスーパースターなんていう言葉ではくくれない。まさに人を引きつける光みたいな存在なのだと思う。私もそんな光に強烈に引きつけられた一人です。はい、ということで本日はですね、ついに日本でも公開が始まりました。マイケル・ジャクソンの電気映画マイケルが全世界興行収入で音楽電気映画史上ナンバーワンになったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。先ほども言いましたが、この映画、本国でもですね、まだじわじわ興行収入を伸ばしておりますので、そこに日本の興行収入加わるでしょう。この意味で言うと、もうしばらくね、音楽電気映画で、このマイケルを抜く映画、出てこないかもしれませんね。あるとしたらマイケル2、ね、自分がライバルになる、そんな可能性はあるかもしれませんが、蓋を開けてみればね、すごいことになりましたね。では最後にですね、プクタ、これね、初週末見てまいりました。その感想をね、少しお話しできればなと思います。Can you lower the lights for me, please? ということでね、プクタも初週末の土曜日ですね、東宝シネマズ新宿 IMAX レーザーで見てまいりました。これ3日前からね、チケット取れるということで、夜のね、9時に解禁になるんですが、争奪戦参加いたしまして、緊張しましたね。もう9時になった瞬間にね、オープンするでしょ。で、プクタね、通常であれば、真ん中よりね、少し右側で見ることが多いんですが、やっぱりね、IMAX 最高の環境ですから、なるべく真ん中で見たい。で、9時になり、ど真ん中の席取るでしょ。で、決済まで進むと、もう取られてるんですよ。で、あーってなって戻るでしょ。で、今度ね、もう一個後ろの真ん中の席取るじゃないですか。決済まで進むでしょ。取られてるの。で、ちょっとね、若干パニックになりながら、その真ん中の一個ずれた席、ここをね、取ったら、決済通りまして、無事ね、IMAX を取れたと。ということで、実際ね、この日見に行きますと、もちろん満席ですよ。プクタね、隣までぎっちり埋まってる映画館、久々でしたね。本当にね、大盛況の映画館でした。で、こちら NEXT でもストーリー立っているんですが、グラシネ池袋のマイケルの上映マナーがね、非常に良くないということで、かなりね、いろいろ言われてるようですが、少なくともですね、東宝シネマズ新宿、土曜日お昼の回でしたが、とても快適に見ることができました。変な人とかもいませんでしたね。で、まずね、もう先に結論言います。こちらね、マイケル見て、プクタどう感じたのか。最高でした。めちゃくちゃ面白かったです。いや、正直ね、かなり期待値が上がっていたので、もしかしたら期待値上げすぎかなと思って不安は不安だったんですよ。全然ね、そんな不安必要ありませんでしたね。めちゃくちゃ面白かった。で、このマイケルというのはですね、以前こちらのね、チャンネルでもお伝えしておりますが、チャンドラー事件の件もね、描いていたんですよ。例のマイケルにかけられた疑惑の件ですね。なんですが、両者は和解していたため、この和解条項の中で、この映画でね、扱うことができなかった。で、この制作陣これをね、後から知ってしまったため、大幅な再撮影をして、これ作り変えてるんですね。構成をガラリと変えてるんです。でね、本当にこの再撮影、大規模なものだったようで、ものすごいお金もかかっているようなんですね。なので実際は今言われてる額よりも、制作費大幅に上がる可能性もあるくらい、これ大きく変わってるんですね。なので、その辺もね、若干プクタ不安ではあったんですよ。まさか白雪姫になってないよねと思って。なんですが、このマイケルね、これよく修正したなと思いますが、ど真ん中にね、非常にわかりやすいテーマが一本走っているため、めちゃくちゃ見やすかったです。ただこの見やすさがね、もう本当にコアなマイケルファンにとっては、ちょっと浅すぎるんじゃないのとか、マイケルはそんなんじゃなかったよと、こんな意見が出るというのもわからなくはないんですが、ほとんどの方にとっては、かなり見やすくて楽しい、そういった映画になってるんじゃないかなと思います。で、今回の動画の前半でもね、言ってると思いますが、現在このマイケル、興行収入でね、音楽電気史上ナンバーワンとなりました。で、ボヘミアン・ラプソディを抜いてマイケルが1位に躍り出たでしょ。じゃあ今度ね、これ誰が塗り替えるのって話になるじゃないですか。これそうそう出てこないと思いますよ。で、そんな映画が現在映画館でやっている。そして日本でもこれだけ盛り上がっている。これってね、一つのお祭りなんですよ。なので、これをご覧になってる皆さん、そしてね、ちょっと見に行くかどうか迷ってるなという皆さん、お祭りはね、参加しておいた方がいいです。本当に。これ今だけですからね、こんなお祭りがあるの。なので、ぜひね、これ劇場に足を運びまして、できれば大きなスクリーンを選んでね、音響のいい環境を選んで、このマイケル、見るというよりね、
体験してもらえたらなと思います。じゃあちょっとね、時間もありませんので、ここから、ネタバレありでね、ネタバレというネタバレもね、正直ないんですけど、一応ね、ちょっと内容に踏み込んだお話をここからしたいと思います。まだ見てないよ、内容知りたくないよという方はね、ここで一旦ご視聴やめていただいて、見た後にね、ぜひこちらご覧になってみてください。いきますよ。ここからネタバレしますからね。ということでね、プクタ初週末土曜日にね、見てまいりました。で、結論はね、先ほども言った通り、プクタね、これ大変楽しむことができました。大満足でしたね。ただ、その一方で、本当にコアなファンがね、いや、この部分は本当はこうじゃなかったじゃんとか、もうちょっとマイケルのこういう部分を描いてよと言いたくなる気持ちはわかる。そのくらいのバランスですかね。で、先ほども言いました通り、このマイケルというのはですね、今回ね、明確に大きなテーマがありまして、父親からの独立なんですよね。めちゃくちゃわかりやすい作りになっていました。で、まずね、この父親が、さすがに悪く描かれすぎなんじゃないのと、そんなこともね、言われたりするんですが、プクタはね、実際見てみて、完全な悪として描かれてるとも思えなかったんですね。確かにね、立ち位置としてはヴィランのような位置づけではありましたが、実際ね、プクタ、今回ね、別の方とね、一緒に見に行ったんですが、その方もね、このマイケルを見て、あのお父さんいなかったら、今のマイケルってなかったよねって言ったんですね。で、プクタも全く同じ感想を持ってね、なので、全く友達もいないし、まともな友達って動物だけなんですね。そのように、非常にね、普通では考えられない、歪んだ幼少期というのが描かれていて、病院でね、子供たちに対して、異常なまでの共感性を発揮するというのも、そこの歪みからおそらく来てるわけでしょう。なので、このマイケル・ジャクソンの幼少期の生活というのが、いかに異常だったかを描いたのがあのパートだと思っていたので、もしね、あの部分を成人化していると見ているのであれば、プクタとはね、だいぶ見方が違うんだなというように感じています。もうどこを見てもね、最終的にマイケルがどうなっていくのかっていうのをこっちは知ってるじゃないですか。そこへの布石に見えてしまって、ちょっとね、イライラしてました。本当に。この後あんな感じでね、陥れられていくんだなとか、子供時代ね、全く子供と遊ぶことができなくって、子供らしく遊ぶことへの願望、絶望、結局ここが原因で、後々マスコミに叩かれていくんだなとか、そういう伏線をね、ずーっと見せられてるような気がして、ちょっとね、イライラしてました。で、前半部分ではね、結構はっきりと、父親に虐待されるという描写も入りますし、身体的にね、特に鼻なんですが、父親から馬鹿にされるんですね。で、ここがマイケルの鼻の整形につながっていく。そして父親に押し切られてね、ペプシの CM に出るわけですが、結局ここが原因でね、大やけどを負いまして、本人は鎮痛剤使いたくないって言ってるんだけど、その後鎮痛剤に頼らなければいけなくなってしまう。なので本当ね、見せ方すごい上手いなと思ったし、結構深いとこ描いてるんだなってプクタは感じましたね。なので今回のね、このマイケルというのは、マイケル・ジャクソンを題材にした、かなりね、エンタメ寄りに作られた電気映画となっておりますが、ネットでね、ちょっといまいちだったっていう方の意見を見てみますと、プクタとね、全然違う解釈の仕方をしてるんですね。で、別にこれって悪いことじゃないでしょ。解釈の余地があるということなんで、それで好きという人もいれば、好きじゃないという人もいていいと思うんでね。だからその意味で言うとね、アントワン・フークは、すごいなってね、改めてちょっと思っちゃいましたね。で、先ほどね、冒頭のロゴで泣いてた人がいたなんて話ね、出ておりましたが、プクタね、これ最初見始めるじゃないですか。父親にね、ひどい目に遭っていくわけですよ。ゆえにね、あれだけのマイケル・ジャクソンというのが、育っていくわけですが、ちょいちょいね、この父親に、後々邪魔されていくわけでしょ。で、やりたいこともやらせてもらえない。で、自分のね、ボディーガード、ドライバーさんですが、彼とね、相談しつつ、父親をマネージャーから解任するのに、その父親のいる実家に帰って生活してるみたいな。結構ね、そういった悶々とするようなね、状態が続くわけじゃないですか。で、それがね、たまりにたまっていって、で、最後、自らの口で、父親に別れを告げ、でん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 ですよ。プクタね、あれで、号泣。楽しかったー。もうなんか知らないけど、涙が止まらなくなっちゃって。入りも良かったでしょ。ちょっとじらすんですよね。ようやく父親から解放されてね、ここからさらに才能を爆発させていくと。最高でしたよ。本当に。ただね、そんなプクタも、一個だけちょっとね、不満がありまして。これね、割とここまでね、エンタメに振ってるのであれば、プクタね、割と映画の終わり方を重要視していまして、映画が終わってね、暗転してスタッフロール出るでしょ。あの瞬間、あそこがね、めちゃくちゃ大切だと思ってるんですね。だから E.T. 好きなんですよ。あれもね、ザンって終わって、で、音楽が流れ始めて終わるでしょ。で、プクタがね、これ電気映画じゃないんですが、音楽系の映画で、もう最高のカタルシスでスタッフロールを出した映画は、ウィップラッシュ、何でしたっけ、放題。セッションだ。あれだと思ってるんですね。皆さんご覧になりましたか？でね、このセッションとマイケル共通点がありまして、マイルズ・テラ出てるんですよ。彼ね、もうセッションでは最高の演技見せてましたが、これね、もしご覧になってないという方いらっしゃいましたら、ぜひご覧になってください。ドラマー版のね、ブラックスワンです。
この映画ね、先生と生徒による2人の男の音楽に対しての狂気を描いているんですね。で、最後の最後、この2人がね、こう狂気に飲み込まれていくわけですよ。で、周りがもうドン引きしちゃって。で、狂気に飲み込まれていって、このマイルス・テラーがね、あれキャラバンでしたっけ？ジャズのね、非常に有名なナンバーがあるんですが、あれを演奏してね、最後、こうドラムをダダダダーって叩いて、バーンって終わるんですよ。もうね、鳥肌もんですよ。本当に。だからね、マイケルも本当は、ここまでやってほしかったなっていう願望はあります。もうこれ完全に個人的な願望ですね。もしこれやられたら、プクタね、気絶した可能性あります。なんだけど今回のマイケルはね、バッと終わるでしょ。あの時にちょっと余韻持たせてるんですよね。で、暗転して、何でしたっけ？マイケルの物語は続くでしたっけ？なんかそういうテロップが出て、終わる。それはね、ワンクッション、ツークッションぐらい入っちゃってて、若干ね、こう終わった瞬間のカタルシスが弱いなぁと、個人的には感じましたね。で、ちょっとね、最後にこのマイケル、まとめなんですが、プクタはね、大変楽しめましたと。で、批評家としてはね、こう、もっと疑惑にね、目を向けて、描くべきだと言ってるわけでしょ。結局それはね、法的な問題で描けないわけですけど、でもプクタね、もしマイケルが生きてたらって思うんですよ。どうですか、実際。もしマイケルが生きてたら、甥っ子がね、これだけ頑張って、叔父のマイケルを再現しようとして、そしてそれが実際称賛されている。ちゃんとマイケルしてましたから、しかもね、物語が進んでいくと、あれメイクのせいなんですかね。どんどんマイケルになっていくんですよ。ほんとすごくって。で、世界中がね、この映画のマイケルによって熱狂し、で、Spotify なんかではマイケル・ジャクソンがまたね、記録じゃんじゃん更新しちゃってるって話じゃないですか。本当に今ここに来てマイケル・ジャクソンの大ブームが起こってるわけですよ、実際に。で、あれだけね、エンターテインメントに徹していたマイケル・ジャクソン。もっとね、マイケルの人間味を描くべきなんじゃないか。疑惑の部分を描くべきなんじゃないか。ここに来てね、マイケルをまた金儲けの手段にしてるだけじゃないか。そうあるべきではないだろう。もし仮にそのような作品になっていて、本当にそれってマイケルが望んだんですかってプクタはちょっと考えてしまいますね。いや、そういうのをね、描くのも大切だと思いますよ。でもそれは、このマイケルの伝記映画があって、何十年という人生を、たったの2時間で描かなきゃいけない。マイケルの場合はね、後半あるって言われてますが、大幅にどこかを省略しないといけないんだから、それにカウンターとしてね、別の形で書籍でも何でもいいですよ。いろんな人が発信するでもいい、サイトでまとめるでもいい、そっちで残しておけばいいと思うんですよね。何もそれを全部この電気映画でやる必要はないと思っているので、マイケル・ジャクソンが生きていたらね、むしろ今回のこのマイケル・ジャクソンのバージョンの方が喜んだんじゃないかなんて考えてしまうんですよね。そう思えるほど、もう本当にね、最高の映画になっていると思うし、最高に楽しむことができました。